おはこちこんばんポーターやったでしょもデータぶつけてきなやつよろしくお願いいたします。今日はですね、パスのキックモーション調べてみたーやっていきたいなと思います。ということでですね、これは前回の動画見ていただいたでしょうかね。こちらの続きになっていきますので、まだ前回見てないよという人はですね、こちらを見ていただいてから戻ってきていただければなと思います。ということで、前回ですね、キックモーションがですね、速くなっていくこと、これがね、分かってきたわけなんですけども、じゃあ実際にどの数値まで上げれば速くなるのか、今回はそこをですね、徹底的にやっていきたいなと思います。今回かなり収穫あったと思うので、ぜひ楽しみに見ていってください。はい、まずは検証方法ですね。検証方法は、パスを入力したこの瞬間を0秒としてですね、1秒間を60コマとした時にですね、何コマ目でこのキック、ボールを蹴れるのか、これをやっていきたいなと思います。これですね、通常のキック、そして前回やったインパクトキックですね、これをですね、どっちもやっていきたいなと思います。この検証がですね、結構前回やって分かったんですけども、ブレがすごく少ない検証になっていきますね。はい、なので何本やってもね、基本的には同じ。もちろん状況が悪くて、ワンタッチしちゃったとか、若干足蹴っちゃったりとかするとですね、もちろん時間は変わってくるんですが、この動作に関しては基本的に同じになっていくという形ですね。プレーがあったとしても1コマとかそれぐらいなんで、それでこれをですね、見ていきたいなと思います。まずは通常のパスから見ていきましょう。クライフですね、これ81の状態で最初の初期値を見ていくんですけども、はい、ここですね。ここからゆっくり見ていきましょうか。はい。大体このボールが動いたこの瞬間ですね。ここがストップになってきますけども、パス入力されてからキックするまでに35コマかかりましたよということが分かりました。で、これを今度100で1回見ておきます。100の時ですね、グラパ数値100の時どうなっていくのか見ていきましょう。はい。ということで、33コマになりましたね。なので、ちょっとこの時点で、2コマないし、ブレがあったとして3コマとかっていうぐらいの差っていうことはまず大前提としてください。じゃあ、この差がどの段階で埋まっていくのかっていうのを見ていきたいなと思います。まず82からいきましょう。ゆっくりしていくと、はい、35コマ。82ではまだ35コマですね。次です。83ですね。83の時は、ここからゆっくり見ていくと、はい、35ですね。まだ83でも35ですね。はい、次、34ですね。ここから。はい、35ですね。まず84の時でも35という形ですね。次、85ですね。85の時は、微妙にボール変わりましたね。だから34コマって言ってもいいかな。ただこれがブレなのかどうかがちょっと際どいラインなので、次を見ていきましょう。次、86ですね。ゆっくり見ていきましょうか。34の時まだボール変わってないですね。ボール動いてないですね。はい、35。なので、86でも35ってことは、さっきのはやっぱりブレだったのかなって感じがしますが、87見ていきましょう。ここでどうなるか。34まだ触ってないですね、確実にね。はい、35個まで触りました。ということは、やっぱりここまでは35個あんまり変化がないという形になりましたね。あれこれ変わんないのかなとか思ったんですけど、次見てみましょう。88の状態ですね。はい、33コマが出ました。ここで一気に2コマ速くなりました。いや、刻まないのこれって思ったんですけど、2コマ速くなったんですよ。これももしかしたらね、ブレの可能性もあるんで、一応念のためちょっと他のも見ていくんですけど、89です。32だね。89に関しては32、もっと速くなってるけど、ちょっと一回飛ばしますね。95まで飛ばしてみました。95。33個。96。32コマ。97。32コマ。98。33コマ。ということで、88から上は全部同じということが分かりました。はい、ということですね。意外に刻まないで88を皮切りに一気に上がったという形になりました。2コマないし3コマの差だったんで、実際使っててどうですかね。使用感として、ギリわかるかなぐらいだと思います。気持ちでちょっと若干変わりそうな気もしますが、そんぐらい気持ち違うなっていうのが分かるレベルかなと思います。じゃあ次、インパクト見ていきましょう。これ前回もやってるんですが、81の時は、55コマ。それの100の時が、はい、50コマ。
ですね。ということで、ここで5コマの差が出ますよということです。5コマの差は結構使用感としては割と違ってくるかなと思います。ということで見ていきましょう。82の時ですね。55コマ。83です。55コマ。84。おやもう一回見ていきますか。84ですよ。84でなんと50コマが出ました。いや、早くね。いや、もうちょっと刻もうよ。早くない？ちなみに、念のため、他も見ていくんですけど、85の段階で、やっぱり50コマ、86です。まあ51コマ、まあ誤差でしょう。この後もね、全部変わんなかったですね。90とか95をやってみたんですけど、全部50コマでしたね。ということで、インパクトに関しては、84以上になると、モーションが速くなるということが分かりました。いやー、これもうちょっと刻むと思ったんですけど、一気に変わるんですね。84と83では大きな違いが出るということが分かりました。いやマジかって感じはあるんですけど、実際じゃあ皆さんが育成する時にもうちょっと余分に育ててほしいんですね。しっかりパスをしたい場合は。でこれなんでかっていうと、これ過去にも検証でやってるんですが、スタミナの部分を考えてほしいんですね。スタミナが 70% を切ると数値がどんどん減っていきます。結構想像を絶するぐらい減っていきます。今回のバージョンになってもね、おそらくそれは変わっていないと思うんですよね。なので今、90以上ぐらいの選手たちの評価がどんどん上がっていますよね。それってここだと思っていて、1試合通して使うって意味で言うと、ちゃんと使いたいのであれば90以上ぐらいはないと、おそらくすぐこの遅いモーションになっちゃってるかなと思いますね。はい、そのあたりを踏まえた上で育成っていうのは考えておくと良いのかなと思います。でちなみに 70% で前半で言うと25分とかそれぐらいの時にはもうねスタミナ 70% 切ってることが多いので、それぐらいを意識していただけると良いかなと思います。で今のスタミナの部分に関しては、若干憶測も入っています。というのも、このスタミナの検証したのがですね結構前の話になっちゃうので、また今仕様が変わっている可能性は大いにあります。それを踏まえた上で参考にしていただければなと思います。今回この検証でですね、いや5一気に変わんのかよと思って、なんだよってちょっと落ち込んではいたんですが、冷静にですねちょっとポテチ食べながら考えてみたらですね、あれこれめっちゃいいんじゃねって思ったんですよね。はい、ビーフと検証クイズ。ポテトはこの検証結果ですごく喜んでいます。なぜでしょう？シンキングタイムスタート。終了ということで、さあ答えです。答えはですね、様々な検証ができるということです。どういうことかというとですね、これ83、84インパクトで言うと、ここで5コマの差が出てくるわけですよね。これって明確な差が出る、分かったということはですね、これいろんな検証できるんですよ。で具体的に何ができるか、先ほど言ったスタミナの検証、これ昔やった時はですね AGB 分析で、これ知らない人も多いかもしれないですけど、アウト回転気味バックスピン検証っていうのをやっていたんですが、これ今ね仕様変わっちゃってできないんですけど、これと同じようなことができるわけですね。パス数値84の選手をですね、スタミナがどの段階になったらインパクトパスのキックまでの時間が55コマになるのか、これを見るだけでですねスタミナの減少値っていうのが見えてくるわけですよ。それだけはありません。さらに言うとですね、スパサブ、ここも分かっていきます。今までの検証で言うと、スパサブでスピードとドリブル、これは変わりませんよということが分かっています。ちょっとその辺気になる方はスパサブの検証を見ていただきたいんですけども、じゃあパスは上がるのか、これはですねもう検証のしようがないなと思っていたんですが、これを使えばですね分かるわけですよ。同じ陸で調子も分かるわけですね。絶好調、好調とか不調、絶不調、これでどう変わっていくのか、これも見えてくるわけなので、そういったところをですね一気に見れるんじゃないかということで、ポテト的にはですよ、ポテト的には結構嬉しい結果だったんじゃないかと思っています。はい、ということで、ちょっと若干最後ね話は今回のにはそれましたが、ともあれですね、グラパのキックモーションの違いっていうことが見えてきたんで、今日は結論です。通常パスは88以上、インパクトパスは84以上でキックモーションが速くなるとします。
はい、ということでね、いろいろ見ていただきましたけども、いや、結構今回のは明確に見えてきたのは良かったんじゃないかなと思います。ちょっとこれまたいろいろ詳しくやっていく中でね、若干こう修正とかもしかしたらあるかもしれませんが、大まかには大体分かってきたかなと思いますね。なので、あとは最後、先ほども言ったようにですね、育成に関しては若干ね、用途とか、あとはその選手のスタミナだとかね、プレースタイルもそうなんですけど、そういったところを見ながらですね、考えていただければなと思います。基本的にはちゃんと使いたいのであれば、90以上ぐらいは持っておかないと、試合を通してね、すぐ遅い方のモーションになっちゃうんじゃないかなとは思いますかね。今後の検証なんですけども、決定力、ここのね、モーションとかも見ていきたいですし、あとはフライパスね。これもやっぱりグラパと同じ仕様なのかなと思いつつもやってみたいなというところ、あとはキック力がパススピードとかにも影響してるのかというところとか、あとは先ほど言ったスタミナの部分ですね、ここをやっていきたいなと思います。はい、ということで結構ちょっとワクワクしませんか？気になる方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録して応援していただけると本当に嬉しいです。やり方はね、見えてきたとはいえですね、かなり大変なのは目に見えてるので、応援していただけると嬉しいです。はい、というところでいかがだったでしょうか。参考にしていただければと思います。この動画良かったら、参考になったら面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後、雑談して終わりたいなと思います。はい、ここから雑談になっていきます。いやー、良かったなと思いつつですね、ただちょっと歯を見せるのまだ早いかなっていう気はしております。何度ね、こうやってもういけんじゃねって思ったところから大逆転というかね、うまくいかねってことはいくらでもあったので、そこはね、ちょっと気を引き締めていきたいなと思います。で、あとは一つ言いたいのは、コナミさんお願いだから仕様変えないでくれっていうね、今のままでとりあえず言ってくれっていうね、思っております。過去もね、AGB 分析、仕様が変わったがゆえにもうできなくなってしまいましたが、なので、今回もね、ちょっと買わないでくれっていうふうに思ってます。ただ今回に関してはアップデート直後に分かったことなんで、これはですね、まだもうちょっとこの仕様続くんじゃないかなと勝手に思っていますので、今のうちにやっておきたいなと思います。はい、というところで、いかがだったでしょうか。皆さんもですね、これを踏まえてですね、この検証もできんじゃねとかあったらぜひコメントとしていただければなと思います。はい、ということでですね、今日はこれで終わりたいなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。ということで、はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さん、この時間どう思いましょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等あればですね、コメントで教えていただければなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、キックモーション、パスについてやっていきました。いやー、一つね、明確に見えたことは何よりも収穫だったんじゃないかなと思います。今後もね、見えてきたんで、またやっていきたいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。